はーい、はーい、皆さん。はーい、皆さん。こんにちはっす。こんにちははい、ということで、ゼータプロスとガクトの部屋第10回特別編ですね。まあ、ゼータディビジョン3人集まって、ベシャル回です。はい。こんにちは皆さん。今回は結構ゆるゆるな感じで特別版なので、コメントとかも全然。いつも台本あるけど用意してないから今回。そうね、今回はマジでフリースタイルラップでお送りしてますけど、で、まあ今回、ね、まあアコーラが都合合うから来たっていうことで、お前夏休みじゃねえと来ねえもんな。あんまりそう、ゼータブロズトークにはあんまり参加できてないというか。参加できてないっていうか、参加してないんだ、今まで。今まで。あんまりじゃないよね。そう一回も参加できてない。ちゃんと見てくれてる？ちゃんとゼータブロストーク。そう、見てんのお前。もちろん見てます。もちろん。一番好きな回を言えよ。一番なんだろうな。結構まあヘローさんのやつとか結構じっくり見てて面白かったかなって。お、見てくれてるみたいやね。まあね、アコーラもね、暇があったらね、ちょこちょこ参加する予定です。予定ですが、学生の身ゆえ、ね、特にあまり忙しいので参加できないんですけど、今日はまあ、存分に語りましょう。まあ言うて俺ら定期的に会ってるから、そんなまあ、腹据えて話すことはあれなんですけど。まあそうなんだが、8月はもう予定、詰め詰めですよ、僕たち。やばいよ。まあですね、8月は。そう、やばいね。まあ、8月ではないが、もう先週、まあ、T がメキシコに行って帰ってきたということで、まあ、非常にお疲れなんですが、また来週ですね、俺とアコーラがスマッシュコンに行き、アメリカの、そしてその同時期に T がフランスのウォンテッドに行くと、まあ正直クソ忙しいですね。去年もそうだったんだけど、やっぱ BOBC あたりから急にスマ界活発になりだすというか、そう、海外大会夏から本番出してくるような、なんかこっからは多分毎月くらい行くんじゃないかってぐらいそうね、大会あるからね。まあまずじゃあ最初言うべきは T スマッシュファクターお疲れ様ということで。いやー、メキシコ俺初めて行ったわ。メキシコ、そうね、アコーラもまだ行ってない？まだ行ったことないですね、メキシコには。そうね、メキシコ。ガクトは？俺はスマッシュコンの次の週のデルフィーノで初めて行く。おー、じゃあ俺がちょっとだけ早かったんだ。まあちょっと教えてくださいよ先輩、メキシコのことについて。メキシコはね、飯がうまいぞ。あ、そう飯。うめえぞ飯が。まず言うことは。飯がうめえ。ね、待って、まさか他にもうないのか、メキシコは。飯がうまかったね、マジで。お前それしか言わない。タコスがね、ちょっと舐めてた俺、タコスのこと。タコス、まあ言うてもアメリカでもね、タコスあるじゃないですか。なんかで、俺とアコーラ、ジンビテーショナルでタコス的なの食ったよな。食いましたね、タコス。そう、俺たちは言うて食ってるわけよ、タコス。違うの？偽物だよ、偽物。こいつ、何を知ったんだ、今回。俺はいち早くメキシコに行って、トゥルータコスを食べてきた。まあタコス言ってもね、ただ巻いてこうね、ソースつけてパクでしょ。タコスの何たるかをね、理解してないお前さっきからすぐ漠然としたことしか言ってないんですけどまあ食べ物の話はまあ置いとくか。はい、置いといて。まあでも食べ物の話、ちょっと一回言うけど、今日さっきシュートンさんにたまたまあったんだけど、なんか変わったんだ。そう、メキシコはチュロスがうめえぞって。ね、俺とシュートンだけ大会終わった後一日空いてたから、チュロス食いに行ったんだけど、なんかすごかった。すごかった、チュロス。あとなんかこう、なんか詳細にこう語ってほしい。詳細に。お前トリコだったらメキシコ行ってこい。メキシコ行ってこい。まあ行くけどさ。お預けですか。はい、すいません。楽しみにしといてほしい、チュロス。まあこれでじゃあね、俺と T はメキシコに行くわけだけど、まあコーラまだ行ってないの？まだ行ってないの？まだ行く予定とかもあんまりなくて。おいおいおい、まだそこ？お前メキシコ行ってないの？まだ。メキシコまだ行ってないの？まだ行ってないんだ。これはまだだな。そうか。てか、アコーラってまだアメリカの大会しか行ってないっけ？そうですね。なんかヨーロッパの方とかも全然行ったことないんで。そうなんだ。あれ、そっか、BOBC はでもあれか、カナダ。カナダで、アメリカと言われれば。まあ、そうだ、北米だな。そう。そうか。アメリカにしかほぼ行ってないアコーラに聞きたいんだけど、飯どう？確かに。アメリカ、カナダはうまかったです。カナダはカナダはそれ以外はちょっとでもギムビテーションの時はちょっと海が近くて
魚がうまかったっす。そうね、ギンビテーショナル、寿司とかあったよね。そう、うまかったっす。あれうまかったな。アメリカでも海近いとうまいんだ。まあそうね、地域によるわ。なるほどね。飯はまあそうね、大丈夫だろう。俺たちスマッシュコン組、多分大丈夫なはず。まあでもね、俺、めちゃめちゃ、やっぱいろんな国行ってきて分かったことがあって、は海外の飯がまずいんじゃなくて、い。はアメリカ以外の飯はね、めちゃめちゃ美味しいんだなっていうことに気づいた。い。お前、いいね、アメリカ人の前でそれは。いや、アメリカ人も認めてるから言っていいです。そう。アメリカ人も確かに。俺たちの国の飯まずいっつって。まあ、あんまりアメリカの飯がうまいとは誰も言わないですけどね、遠征した人で。あんまり俺もね、やっぱなんかあんまり漠然とイメージとして、やっぱ飛行機乗った後、なんかご飯のね、モチベーションがみたいな思ってたんだけど、アメリカだけだったわ。なるほど。まあ結構じゃあスマッシュファクター飯はだいぶ大満足だったと。大満足でしたね。まあ、ただ飯だけじゃないでしょ、あなたが言ったのは。スマッシュファクター、なんかこう、なんかおもろかったこととかあった？やっぱそのスマッシュらへんの話した方がいい？まあスマッシュらへんというか、まあそうですね、どういう大会だったかみたいなの聞きたい。どういう大会だったか。でもなんかめちゃめちゃ、うん。そのメキシコ初めて行ってちょっと正直舐めてたので、メキシコとかそんな知らなかったからメキシコの国自体を。なるほど。めちゃめちゃすごかったよ、普通に大会の規模。なんかすっげえでかい会場だったよね、あれ。めっちゃでかいかったうし、んいろんな格ゲームやってて、配信台俺写真あげたんだけど、なんかプチエボみたいに4画面あった正方形になってたりして、めちゃめちゃなんかそういう迫力になんか圧倒されたというか、はこの大会いいなって思いながら、結構また行きたい大会ではある。また行きたいってなっちゃったね、メキシコ。そのご飯も美味しかったし、大会も良かったし、あと待遇がめっちゃ良くて、結構もてなしてくれたの？おもてなしがすごくて、なんかご飯とか全部払ってくれたり、マジで移動代とかも全部払ってくれたりして、うわすごい。通訳とかも用意してくれたりして、歓迎されてんね。至れ尽くせりでね、すごい満足度 100% だった。お前の口から満足度 100% 聞くことあんまないから。なかなか俺満足しないからね。ね、年だけは食ってるから俺。なるほど。いや、まあ、じゃあちょっと僕、スマッシュファクター1個気になったことがあるんですけど、そのデラックスの配信台と SP の配信台すげえ近くなかった？そう。あれ、結構、その、詰めでやってて、そう。なんかカメラで見てて、なんか、これ、大丈夫かなって思ったんだけど。大丈夫ではなかったけど。そう。まあ、しょうがない。しょうがない。なんか、ツイッターに上がってたお前がハングリーボックスのポップオフにちょっとビクってしたみたいな。そう。あっち側に俺も座ってたことあるんだけど、やっぱ後ろの選手とかもすぐ近くにいるせいで、ポップオフとかで動いたら試合中にもろに影響するのね。まあなっちゃうね。でこっちも試合中にやっぱのけぞったりとかして、ぶつかっちゃったみたいなのがあった。あったんだ。まあ多分次回ぐらい改善されるでしょう。そこはちょっと反省ポイントだったかもしれんけど、まあでもしょうがなくね。まあそうね。まあなんかおもろい大会だった。いやなんか革新的ななんか位置にあったから、俺らはねすげえおもろく見てた。まあ革新的だ。そう。まあ多分スマッシュファクター11で改善されてると思う。行きたいスマッシュファクター11もやっぱり。なんか賞金見た？やばくなかった？知らないんだけど、賞金。総額800万で次。やば。でしょ？ね、ほぼなんか SWT ぐらいなんかやばくない？なんでそんなお金を出せるの？総額800万ってなかなか聞かなくない？ね。なかなか聞かない。マジか。100万。次ってもう開催とか日にちとか決定してんの？それはちょっとよくわかんないけど。まあ開催は決定してるよみたいな。そうね、なんか参加者もただ参加料。そう。ちょっと待って、お前、ナイアガラが。なんかすごいことね。お前、スマッシュファクターのこと言及すると、お前、こんなんなっちゃうから。溶けちゃった。よかった、治った。なんだよ、お前。前回から。ちょっと、スマッシュファクターの話をするとやばい。不深淵に触れるな。お前、毎日の回線大丈夫か？
大丈夫大丈夫。疑ってるまあそこらへん。大丈夫。まあそういうわけで、まあ、スマッシュファクター行って、帰国いつ帰ってきたんだっけ？おととい。おとといで、フランスにはいつ行くの4日後。4日後、火曜火曜。はい。水曜。SSC より水曜。その辺。そうねウォンテッドが木曜から始まる4日開催で、なるほどね。その分結構早めに行かなきゃいけないっていう。でも4日後には行くと。俺とアクオラはあれだよね、木曜日だよね。僕10日なんで木曜日そうね、10日。なんか、お前忙しくね？めっちゃ早いっていうか。やばい、マジで飛行機乗りたくない。助けてほしい。もう荷ほどきとかするね、暇もないよな。マジモチベーションない荷物準備する。まあそうよね。またすぐ行くんだからね。それは一番大変。そうか。で、まあ一応そのウォンテッドが終わったら、一旦休憩みたいな。一旦休憩かではない？まだまだある？なんか日本でも大会あるくね。まあ一応9月に前スマトップ。まあトップありますね。あるよね。あるやん。まああるけど、まあ一応9月の初めだからね。8月は。まあ1ヶ月ちょいぐらいですよね。まあウォンテッドから。ウォンテッド帰ってきたらまあ2週間ぐらい休めんのかな。日本の大会で言えば確かにそんぐらいの気がします。あまり腐らないように頑張れ。やっぱ2週間とか辛いから、さすがに。それもあるけどね、なんか、結構最近というかな、一昨日ぐらいにいろいろ DM 来たりして、ちょっと出るか迷ってるやつもある。なるほど。まだなんかいろいろなお誘いがあると。なんかね、もう発生する大会が。まあ正直な、全部受けたら、この時期ぐらい。そうね、すごいことになるから選ばなきゃいけないよね。そうね。まあそこはマジで、なんか、まあみんなで頑張ろうっていう、全員多分忙しいとは思うので。忙しいですね。まあそんな T も忙しいんですが、まあ言うて俺とアコーラもな。これから SSC ということで、いややっぱスマブラ今一番でかいトーナメントといえばジェネシスとスマッシュコンと言われるぐらいの、まあ、規模の大会で僕ら行くわけですから。参加者多いよね。そう確か2500人は超えたらしい。なんかめちゃくちゃ多いっすね。ほぼエボジャパンみたいな。まあそうね、マジで楽しみ。行ったことないからさ、スマッシュコン結構ずっと俺も行ったことない。マジで？僕もないですね。そうね、まあ俺とアコーラは行くけど、お前スマッシュコン経験せんの？俺エボも行ったことねえからさ。マジか、そうだっけ？だからスマッシュコンもおのずと行ってない。なるほど。そうね。なんか普段はそのエボとスマッシュコンが2週間連続であったりするから、エボ行ってスマッシュコン行くみたいな、そういうプランがあったけど、エボから種目なくなった今、そうね、スマッシュコンのために行くしかなくて。そうか。まあ本当にスマッシュコンも確か木曜日から開催だったっけな。4日間だったっけ。あれでしょ、スマッシュコンって64から全部あるやつでしょ。そう、全部は64デラックス X、Wii U、SP。スマブラのお祭りって感じ。そう。スマブラのためのスマッシュブラザーズの大会でなんかね、人民によるみたいな。そう。まあ祭典だわな。いや、マジで楽しみ。でまあ俺らは木曜日に行って木曜日に着くんだけど、まあもう木曜日からその開催されるわけよ。でもまあ木曜はね、一応その予選とかなくて、そう今ワッチさんがコメントで言ってくれてね、木曜日に64のコンボコンテストがあるぐらいらしくて、プリンスさんのそうプリンスさんの結構有名なあれね。有名なあれ。そうなんでまあ一応木曜日についても俺らは全然大丈夫っていう。まあ、あと一応 Wii U とかなんかまあ X とかのシングルスあるけど、アコーラってさ、やったことあんの？なんかない？デラックスはまあやって、まあ X もちょっとまあアクの死者だけやってみたいな感じでした。かわいいな。まあなんか本当にガチガチの競技的なやつはやらないよね。お気楽乱闘とか経験しないんだ。全然そんなのはないっすね。多分 Wi-Fi コネクション終わってる。多分アコーラがやり始めてる時。確かに。お前傷つくな、お前。Wi-Fi がなんだよ。そう、Wi-Fi がもうサービス終了してんだよな、多分。で、まあでもいろいろそのシングルスのイベントあるわけだから、アコーラって SP しか出んの？僕は SP しか出ないっすね。まあそうね、俺も SP。まあ SP そうっすね。そうね、SP だけ、シングルス、ダブルスだけ出るって、まあ他のやつ出ないんだけど。ダブルスも多分出る。ダブルス出る。ダブルスで誰と出んの？
ダブルスは、ミーヤーさんと多分出ます。ミーヤーと。ああ、そっか、暑いじゃん、ちょっと。うん。ダブルスの日程っていつやるんだろうな。ちょっとなんかそれだけ分かんなくて、ちょっと、そうね、まだ10日とかにやるとかだったら、もうちょっと地雷踏んじゃってたから。いや、まあ、さすがに木曜日はない。大丈夫でしょ。ないない、さすがに。まあ、金土日で。まあ、俺もダブルス PK クリスと出るわ。そうっすね、PK クリス。なんかこの前動画上げてた。ネス、ネス。クラウンで組んで、なんか PK クリスが、なんかテンション上がって、またスマッシュコンでも組もうって言われたから。仲良くなってんじゃん。仲良くはなってる。で、まあなんか結構ダブルス、あとケンさんとかまたソニックスと組むんだったっけな。ああ、多分 BOBC もその予定でしたよね。そう。だから割ともうチームは決まってる。で、なんかあと他に行く日本勢は、LI さんとノイさんか。あと、ノイさん、まあ、シュートンさん、ケンさんとかも。そう。あと、やべ、いや、ちょっと待って。あとネオさんかな。あ、そう、ネオさんも行く。で、まあ、それで、まあ、7名かな。あ、そうだ、やべ。これ、マジで別に今言うことではないけど、コーラ、LINE 教えて、あれ、スマッシュコンの LINE グループ作るから。あ、わかりました。後で。そういえば、いや、違うんだよ。今日、シュートンさんと飯食ってて、スマッシュコンの LINE グループってあるって言ったら、まだ作ってないって言われて、とりあえずアコーラ誘っといてって言われて、いや、なんかさ、未成年と LINE 交換するとすげえいけないことしてるみたいで、あいつの LINE 持ってないんだよねって言われて、そんなことはないだろうって思ったんだけど。まあ、確かに。でも俺持ってた気がするけど、どこで交換したんだっけ。俺持ってね。ジェネシスとか LINE しなかった。ジェネシスでしました、ね。嘘、そうか、ジェネシスにあったわ。じゃあそこから誘うわ。まあ、直感とかでも。そっか、普通にあったわ、俺ら。お前持ってんじゃねえかよ。持ってたわ。まあ、後で誘っとくわ、入れとくわ。俺もウォンテッドの LINE グループ作んなきゃ。やっぱ LINE グループっていうのは非常に重要なんですね。やっぱ俺にピントがあってね。まあ、LINE グループ、本当大事なんですよ。なんか、諸連絡とかがね、すぐ取れて。割と、なんか伝達ミスでさ、一人だけ日本人が LINE グループ入ってないみたいなことがあって、その時連絡すげえめんどくさいよね、海外行く時。あの人今どこいんのみたいな。なかなかないと難しい、それ。そうなっちゃう。そんなことあんの？いや、あんのよ。なんか、あの人の LINE 持ってる？誰も持ってない。じゃあ LINE グループ入ってないじゃんってなって、なんか連絡がだるい。自分だけ海外行ったら持ってないことなくない？まあ、いや、なんかさ、初めて海外行く人とかさ、まあ、ノイさんとか、まあ、LY さんとか。大体シュートンがシュートンだけやってるから持ってるよ。まあ、大体シュートンさんが持ってる。便利だから。そうね、その LINE を、なんか割と、まあ、あまり教えたくない人は、その、本名がバレちゃうからっていうので、あんまり LINE を教えたがらない人もいる、実は。いるか？いや、意外といない。俺あれだからみたいな。やべ、俺にちょっとピントが合ってないわ。待って。お前ずっとぼやけてんじゃねえか。俺ずっとぼやけてるわ。ちょっと待って。俺めっちゃぼやけてるやん。ちょっとすいません。本名変えたくないの、ガクトのことか。わかんないもんね、ガクトの本名なんて。いや、まあそうね、俺一応秘密にしてるからね。マジ誰も知らないからさ。そこはね。そういう人もいるわな。はい。まあ、LINE グループの話はあれとして、そう、まあで、なんだっけ、スマッシュコイン今行きますよって話。どうですか、自信のほどは。自信、まあまだちょっとまだトーナメント公開されてないからあれか。トーナメントが公開されてないのが。なんもまだ決まってないからな。なんか、トーナメント公開されてから、その現実感が出ない。行くんだなっていう。まあ、わかります。だから、なんか、全然まだあれだわ。ちょっと待って、一生ピントが合わんから、ちょっと待って、一回ピント調整します。めっちゃ。治った。そうやってピント治るんだ。そう。で、アコーラはスマッシュコン終わったら帰んのかな一旦。そうそう、スマッシュコン終わって帰ってみたいな感じになるのかなって。なんかそれ以降予定とかあったりする？あんまりないかも。いや、まあ前スマトップその後は、まあ多分行くと思ってて、その後、かがり火かなっていう。もう、大型の目処は、そんな感じで。なるほど。あとなんか、ポートプライオリティ行くよな。もうそうっすね。行ってたね。あれはいつだっけ？ T も行くのか？あれ11月のなんか10日とか9日ぐらいだった気がします。11月だね。あれ同じ会場なのかな？まあ俺去年行ったけど、なんか未成年なんか入れないみたいな。そう、あれマジでお前気をつけた方がいいよ。そのカジノ場での横の施設でやるから、
その入り口、そのカジノ側の入り口から入れないのよ。だからぐるーって回っていかなきゃいけなくて、もうなんか未成年のプレイヤーはすっごい迷って、なんかひどいことになってた。マジかよ。うん、だからマジで大変。こら多分なんか、もしそうだったら嫌っすね。そう別の場所らしい今回は。じゃあカジノできないの？まあカジノできない。まあでもカジノやりに行きたかったけどな。海外空港の近くのホテル。空港の近くのホテル。まあでもカジノできない。いいっすね、それは。でもまあカジノしてる間、アコーラポツンだぞ。入れないから。そっか。まあフリーできればいいかな。まあポートプライオリティはそうか、そこ、まあでも結構まだ後だな。まあその11月3ヶ月、言うて3ヶ月後だけどね。まあそうね。まあ海外大会もやっぱ増えてくるな、こう考えると。なんなんだろう、この後半から吐き出す感じ。まあやっぱ予定とかどんどん年始に確保してやっと予約取れたみたいなのも多いんじゃない？そうなんかな。でもなんか1年のうちこの時期にしかやんない大会がやっぱ多いのかな。まあ多いかも。プライオリティとかスマッシュコンとかもこんな感じだもんね。そうですね。なんかスマッシュコンはいつもお盆ぐらいというか。そうね、お盆。お盆だからやっぱ、ね、飛行機がすっごい混むし高いのよ。高いんだよ。そう、まあ俺は経験したことないけど、あれで飛行機の混みがやばいよね。夏休みだからかもしれないけど。そっか。今メキシコ行き帰りぎゅうぎゅう詰めだった。マジでちょっと隣空いてるんじゃないかなみたいな下心はなしで行った方がいい。しんどいな。空いてるわけがない。マジか。なんだかんだ意外と俺ら行くときガラガラの時が多かったから、今回もう行けるかなって思ったけど、ジェイスはガラガラで助かったっすけど、そうね、あんな1月の末なんて海外行くやついねえよって感じのガラガラ具合だったよね。めちゃくちゃそう空いてたから楽でした。大丈夫かな。やっぱ今あれ台風なんか台風来てんの今。台風来てんの？そうっすね、台風も今来ているっぽくて、ちょっとまあ怪しいかもぐらい。マジで。まあ俺とアコーラ乗り遅れて次の日とかになったら終わりだな。結構ギリギリに着くからちょっとやばいっすね普通にちょっとしんどいかもしれん。乗り換えある？乗り換えない直通。よかった。もう乗り換えほどね良くないことはないからね。お前乗り換え嫌いだよな。乗り換えが人生で1、2を争うぐらい嫌いな出来事かもしれない。お前めちゃくちゃなんかチケット取ってくれっていう時も直通でお願いします。マジ直通でお願いします、本当に。本当に俺。体壊れるんで。俺乗り換えあった方が好きだけどな。頭がしいや違うついてタバコ吸ってまた乗ってみたいな。お前タバコが好きなだけじゃないか。違う、直通ってずっとさ乗るからさしんどいんだよ。いや理解できないわちょっとごめん、タバコの話。アコーラもね直通の方がいいでしょ。直通の方が楽っすね、気持ち的にも。待たなくていいやって。好きなんてパワーワードスキルだろ。いやまあそれはみんな直通好きだけど別に乗り換えでもいいよっていう俺はね、そういう話。タバコ吸わないとまずいってまずいタイプ。やばいってそうなっちゃうから。いや違う、今日は特別編だから、やっぱゲストとかもいないので。俺たち失礼だろそれ。いや今回ちょっと許してくださいよ、僕の家でもあるし。いやちょっともうちょっと密なトークできますか、ごタバコ吸うことで。はい。ということでアルコールでも入ってんのかよそれ。ということでね、SSC も頑張るし、これからのウォンテッドも頑張るよということで。で、ウォンテッドについての話、じゃあちょっと聞きたいわ。ウォンテッドって、お前去年行ったよな。去年も行ったね。なんか、どういう感じのトーナメント？トーナメントなんかさっきも言ったけど4日開催っていうちょっと異例なオープントーナメントで、4日もあんのか。そう4日間ということはシングルスは全然2日間でやるのでいつも通り、やっぱサブイベントが目白押しというか、スマッシュコンなんだ、もうフランスのスペシャルだけだけどさすがにスペシャルで今回あれだわ、ストリートファイター6部門のトーナメントあるわ。お前出る？いや俺はちょっとやったことないんでそうでも足芋とかカメメとかあとパセリもかな、多分俺がみんな出るって結構そこら辺もあったり、
あともういいねスマブラ SP でできるサブイベントチームだったり、スクワットストライクだったりはもちろんある。おお、いいな。し、まだちょっとあんま把握してないんだけど、それ以外は絶対ある。エキシビジョンみたいなやつも。おお。あ、ショートウォーとか、そっか、去年あったね。そうそう。去あ、年で、そうそう、ありましたね。そう格ゲートーナメント杯みたいな。うん。あ、なんか俺なんかコンセプトとしてその去年は格ゲーとかだと思ったけど、ずっと格ゲーがコンセプトなのあれは。なんかちょっとそんな感じかもしれん。そのファイターあるってことはそうだろうね。なるほどね、確かに。だからめちゃめちゃ楽しい大会だね。うん。本当にシングルスだけやりに行くみたいなんだったらちょっとさ、気負いするというかさ、みんなわかると思うけど、うん。結構サブイベントで楽しみながら、しかも賞金がありますからね。おじゃあお前は大好きだな、賞金が。しかもプライズマニーがありますから。出稼ぎに行ってこようかなと。なるほど。目が円になっとるわ。しかもね、今円が安いですからね。まあまあ、俺にとってはいい感じではあるな、風向き的に。ちょうどね。そうね、サブイベント、SSC でもネオさんとシャリックの5先もあると。ああ、そこ SSC はそうっすね。そうね、そんなんあったわ。多分だけど、それも勝った方にマニーが行くと思うよ。どっからあれ金出てんだろうなってマジで思うんだよな。やめなさい、そんないやらしい話は。いや、でもよくないよ。お金の話イコールいやらしいみたいなの、そんなよくないと思うけどな。いや、いやらしいよ、普通に。いやらしくないでしょ。いや、そんなことみんな生きるために必死なんだよ。まあそうだけど。まあ、じゃあ、俺たちはまあ、ウォンティッドと SSC に分かれるということで。そうっすね。そうね大丈夫一人で、そっち。いや一人じゃなくて、別に一人パセリマンとかおるけど。一人じゃないけど。スマッシュコンって参加者誰がいましたっけ？スマまあ、スッシュコンパーゴとかツイクとか、まあ、この前乗ってる、まあ、ソニックスとかもいますし。大体いるんじゃない大体いるんじゃない？の？ライトとか。そうね、うんアメリカの大体プレイヤーはほぼいて、グラトニーってどっち行くの？確かにグラトニーは SSC 行くらしい。ああ、なるほど。ああ、じゃあ、グラトニーとやりに行くと思ってたのに。確かに、ウォンティッドじゃあ、でもなんかアメリカのプレイヤーも招待されてたっけ？いやちょっとよく知らない。ちょっと待ってお前、わちさなんでだよ、わっさお前だよ、お前頼りだったのあに。レオがいないんだ。ねレオはいない。あ、レオいない。スマッシュコンレオいないんだ。いないのレオ、スマッシュコン。マジか。なんか知らんかっ珍た。ね、なんかね、存ぜぬ。まあ、ちょっと休憩取りたいのかな。まあまあ、いろいろありましたしねうん。大会、ずっとGOML とか、ずっとありましたし。結構続きで出てたから。レオはずっと頑張ってるしね。うんしばらくメキシコにいるらしい。ああ、なるほど。まあ、ちょっと療養と。大会の取捨選択が大事ですからね。そうね。実感しているから、そういうの。そうか、ウォンティッドの情報ちょっと、俺スマッシュコンで忙しすぎて、あまりウォンティッドの情報を終えてなかったんだが。俺もスマッシュファクターで忙しくて終えてなかったんだけど。どうやらシスキーもいないらしい。あ、シスキもスマッシュコンにいるのかな？そう。なるほど。いい実だから績もヨーロッパ、スマッシュファクターで負けたお二方にリベンジできないままフランスに行く。結構意味わかんないでしょ。なるほど、なかなか。しかもメキシコに行っときながらヨーロッパに負けるっていうのも意味わかんないし。ちょっとなかなかすごいことになってそう。なるほどね。で、ウォンティッド他行く日本勢は、パセリマン、アシモ、ティート、カメムさん、あとカメムさん。なるほど。ここら辺はそっち。なかなかなんか誰と当たりたいとかある？誰と当たりたい？まあ、あんまないけど。ないか。まあ、あんまり。シスキーって言われたい。まず俺は。ブルームフォーエバーいるんかね？ブルームはいると思う。そういう情報をどっかから聞いた。なるほど。オデッセイでも戦ったか？ああ、まあ、ブルームとはやってよ、オデッセイで。予選だけど。なんか、頑張ってくれ。日本人いっぱい、なんか、独占しといてくれ。こっちも頑張るから。スマッシュコン。ね、かぶっちゃったのはちょっと悲しい感じではあるが、まあ、スマッシュコン。スマッシュコンで待たれるよ、スパーゴ、アコーラが。アコーラ、なんか、スマッシュコン当たりてえやついる？まあ、大体いると思う。スパーゴは当たりたいなってスパーゴはもう当然として。グラウドしかやってないじゃん、最近。そうね、うち来て、わざわざ東京にうち来て、クラウド対策積んだもんな。さすがにはやりたいかなとは。もうさすがにアコールがスパーゴに勝ったら泣いちゃうよ。日本中が涙よ。
まあ、スパーゴはね、まあ、絶対当たりたいとして、なんか他にいる？他に警戒してるやつとかいたら。まあ、警戒、なんでしょう。まあ、そういうので言うと、まあ、最近の結果的には、ソニックスとかはちょっと当たりたくないし。ソニックス。ソニックスとまあ、でもやったことないくて、一回も。で、ジェネシスの時にフリーしようと思ってたんですけど、なんかちょっと、忙しいからできないって、ソニックスが。あれじゃソニックスって確かオニンに勝ってるよね。そう、オニンに、ルードウィーグインビテーショナルで、フルセットの末、最後、勝ちました。だから俺的にはちょっと気になるんだよね。アコーラとソニックスがやったらどうなるのかみたいな。なるほどね。なんか、まあ SSC で言うとやっぱ、まあシード的にも、まあ、ミュートエース、最近の結果的になんかまた低くなって、当たりそう。2回戦ぐらいで当たりそうだなと思いますし。まあ確かに、脅威だな、ミュートエースも。ミュートエース。まあ結構、まあピーチ対策っていうか、まあそういうのもふわふわしてる系は、まあちょっと対策意識してて、やり方は変わったんですけど、まあそれでも、まあ、がぜん怖いのに変わりないかなっていう感じはありますね。そうね。まあ本当に誰でも当たるからな、スマッシュコ2500人、まあその SP だけは知らんけど、そんなにいるんだから、どんなプレイヤー来るかマジでわからんよな。まあですね。じゃあ、なんかシャディックとか、オニン倒しなかったっけ、前。そうですね。LMPM で、そうオニン倒しましたね。シャディックがちょっと怖くね。怖いね。絶対強いもん。は BOBC でミーヤーさんがフリーしたらしくて、ゾンビ出したんですけど、なんかボコボコにされたらしくて。マジでミーヤーゾンビボコボコやべ。なんかされたらしくて。やべ。俺もうスティーブやめるわとか言って。ミーヤーさんが最近使わなくなってんのも多分シャディックのせいだから。シャディックのせいでやめる。大体そんな感じなんで。マジで怖いね、シャディックは。俺マジで月並みな意見、素人意見すぎるけど、普通に復帰にブロック置いたら終わりやん。まあ実際そうで、まあ LMBM でもオニンシャディックやった後に、リクっていうリクねと当たって、でその時はリクが 3-1 でシャディックに確か勝ったんですよ。強っ。普通にだから普通に対策すれば多分いけるんでしょうけど、なんかオニンが負けてる、オニンミーヤが負けてるって思うとちょっと怖いな。そうね、ちょっと怖いよね。怖いね。マジか、そらビビった。なんか俺はなんか特に当たりたい人とかあんまいないなって思っちゃった。でもなんか直近負けてる相手とかリベンジしたくない？いや、まあ直近 MK レオとか負けてたんだけど、MK レオ来ねえのかってなんか前フルセットで負けて、いや絶対次はなんかいけそうだなって思ったんだけど、いねえのかって思って、ちょっと今悲しい、その MK レオいない事実。でも前あれダバズはダバズはなんかよくわかんないんだよな。どういうこといやなんかうわいけるみたいな時もあれば、うわ絶対無理やんこいつと戦うのって、なんかすごいしょられる時もある。何別人なの？ダバズ。そう別人入れ替わってる、もしかして。なんかねよくわかんないんだよ、ダバズがやってるガクトと。まあでもダバズなんかまだ日本来そうじゃない？マジですか？なんか日本好きそうだし、なんかまた日本来そうだから、まあアメリカで戦わなくてもいいんじゃねえかなって思う。やばった。別にその日本来て戦える確率もそんな高くねえです。まあそうね。みんな強いからな。みんな強いし。まあなんか割と SSC はなんかこいつと当たるんだろうなみたいな予測が全く立てられないからさ、人数が多すぎて。参加者多いしね。そう。だからなんか考えるだけちょっと杞憂だなって思って、あんまりそこは考えないようにしてる。とかもね、なんか、まあ、日本勢と当たるかどうかみたいな。そうね。まあでも日本勢は避けられるんじゃない？なんかまあそうですね、基本ジェネシスとかもそんな感じで結構そういうのがあるけど、まあその避けられるのは勝者側なだけで、まあ敗者、まあメインステージとかがそんな感じだから同じ1ぐらいで負けると合致するっていう。そうね。最初側で。それだけは避けなければいけないからね。早くトーナメント公開されてほしいな。ウォンテッドもまだ公開されてないんだっけ？まだ。まあそりゃそうよな。SSC はなんか、なんならまだ登録できるよみたいな感じで。まだ登録もできるの？マジかよ。ずっと宣伝してるから。じゃあここでももうそろ終わったのかな？観戦。さすがに観戦だけみたいななってた気がします。いやー、ギリギリまでねじ込むんだ。
今日まで、今日までとかなのかな。へえ。まあじゃあ皆さんもね、SSC 出たいっていう人がいたら、まあ今日中まで。まあ一応はい、よろしくお願いします。まあ結構、まあ SSC とかじゃないですけど、まあ今日関連で言うなら、8月4日に、なんか海外でもウルトランクなんか、アルトランクかなんか、ちょっと呼び方わかんないですけど、なんか発表されるらしいです、上半期。上半期、いつからいつまでなんだろう。スマッシュファクターまでかな。わかんないだったような気がする。スマッシュファクターが最後みたいな。なるほどね。まあ、アルトランク、ウルトランク、俺はウルトランク派だけど、お前らは。アルトランク派だけど。アルトランクになっちゃう。嘘でしょ。いや、アルティメットって言うじゃん。いや、そっから取ってるわけじゃない。いや、またお前、またお前。いや、助けてくれまた光が戻った。いや、あれなんですよ。他のゲームでさ、例えば FPS のゲームとかでさ、なんか超必殺技、なんかウルトを打つっていうのよ。そのウルトだと思ってんの。じゃあわちさんにはっきりしてもらう我らが。いや、でも。イングリッシュマスター。なんかアルトコアって気持ち悪くない？しかもね、読み方的に。アルトコア別に気持ち悪くないでしょ。アルトコアはまあ名古屋ですけど、あれはウルトコアらしいです。そう、なんかアンケート取ってウルトコアの方が多かったからウルトコアになったんだけど、やっぱみんなウルトの方がいいと思ってんの？いや、でも僕はSSB とかなんかアルティメットの意味の方が強いと思ってるんで、アルトかなってなっちゃいます。発音的にはどっちかというとウルティメットだからね、ほら、こういうことなんですね。そうなんだ。いや、わかんない。まあね、ネイティブだとウルティメイトらしいですよ。なので、ウルトコアです。と僕は思いますけど、どうでしょう。でも我々は日本人なので、まあ、アルティメットでいいんじゃないですか。そう、まあ、以上、じゃあ話を戻して、じゃあまあ、ウルトコア、アルトコアの話ですか。まあなんか、一応一番いろんなランキングがね、逆行してる中、アルトランクね。アルトランクね、アルトランクが一番なんか、やっぱ注目度高いと思ってる？二人的には。なんか、結構そういう風潮があるというか、一番信憑性のあるランキングみたいな風潮はあるんじゃない？なんていうか、まあスパーゴとかもそのランキングに影響がとか言ってるのは、ね、割とそのアルトランクによるのかなって思ってるんで。やっぱ影響力はすごい多分一番あるんじゃないかなって思いますけど。なるほどね。いやまあ全部非公式ですから、ちょっと非公式っていうかね、難しい。ランキングが多すぎてさ、何を参照にすればいいか分かんなくて。まあでもランキングは多ければ多いほどいいと思うからいいけどね。まあそうね、いっぱい誰かやればいいよ。一応 PGR の後継、いろんな見方をした結果、我らがアコールがずっと1位じゃないですか。まあかもしれないですね。何で見たときにっていうのか難しいですけどね。まあ安定感とかなんかいろいろ加味してどうなのかみたいな。まあ結局直対で負けが少ないとかみたいな。ランキング気にするとすごい居心地悪くない？ただなんかまあそうずっとドキドキしてさ、いやいつかの発表なんか俺順位下がってたらどうしようみたいなと思うわけやん。そうか。いや俺もなんか2019年とかさ、なんか日本ランキングとか世界ランキングとかすごいドキドキしながらって見てたんだけど、なんかもう最近はあんのねランキングがみたいな。そんな感じ。結構慣れというか、そういうのじゃないのかな。なんかあんまりランキングに左右されるとろくなことじゃないな、ろくなもんにならんなって思ってから、なんか意識的にそんなに気にしないようにしてる。ランキングやっぱランキングがないよりある、まあある方が楽しいしテンションも上がるけど、なんか楽しいのはあるし、やっぱ価値がない我々の活動に。ランキングのためにスマブラしてるってこと？お前でもプロだったらそうじゃね？そう別にさ、そのランキングのためとは言わなくてみんな優勝を目指してるわけじゃん。それの付加価値という感じでそのランキングが作られるわけだから、いやなんか肯定的だけど、そのランキング、いやまあ俺別にもう否定的なわけじゃないけど、そのランキングが先かトーナメントが先かっていうか、いいと思うけどランキングを気にしててトーナメント出て、よっしゃーで結果的にアコーラがなんでこれ俺なんかカーテンかけられる。ちょっとね俺のカメラ疑ったけどこれガキトのせいだ。すいません。まあちょっと話を戻すと、トーナメントで今回いい結果だったって言って
でそのついでにランキング俺こんな感じか、まあトーナメント良かったしなっていうのを確認するっていうのがランキングだと思ってるんですよ。なんで、でもそれでいいんじゃない？でもランキングが先に来ちゃったらさ、ランキングどうしよう、ランキング高くなるためにはこの大会に出て丸々以上取らなきゃいけないのか、ドキドキ。結構前者の人が多いんじゃないの？でもお前、俺前者だよ。お前前者なの？うん。いやもうなんか言い方的にすごい後者の後者感だと思ってた。なんかトーナメントは絶対だよみたいな前者のやつで、そのランキングも気にしてるみたいな感じだけど。なるほど、そういうこと？そういうこと。まあでも俺はね、なんか見た感じアコーラはね結構後者タイプだと思うんだよな。ランキングどうしよう、ドキドキじゃない。まあ結構図星ではある。そう。まあでもさ、我々の順位と1位、2位を争ってる人じゃ違うでしょ、捉え方が。そういうもんかね、なんか。MK レオも苦労してそうだけどな。そう、いやなんか、なんか生きづらそうだなとは思う。まあなんかいろんな大会、出るだけで、評価される世界っていうのは難しいもんですね。難しいね。なんかスパーゴ本人もいろいろありますし、なんかランキングがみたいな話もある。ランキング、マジ1位争ってる MK レオスパーゴアコーラみたいな、そこら辺はマジでなんか結構きついだろうなって俺はちょっと個人的に思ってる。ランキング。でもしょうがないよね。レオがそうね。いやなんで俺がランキングなんかうげーって思ってるのかっていうと、SWT コメントでもある通り SWT がなんかしんどかった去年。なんか常にランキングを見て今ポイント抜かされるみたいな。そう入んなきゃドキドキどうしようって胃が痛かったもん。結局ね延期しちゃったけど。SWT なくなったわけじゃなくて延期なんだっけ？延期しちゃったけども、じゃあ開かれるかな？そうよ、だから僕ら30位以内入ってますからね。一応僕ら全員出れますから。予選にSWT の予選に T ソニックスケインっていうプールが出来上がったんだけど。そうなの。そうまあね。早くその予選やらせてくれよ、早く。やりたいよね。それで言うとそっか、スパーゴとかもなんかその SWT のランキング気にせずにみたいな。そう。ツイークスパーゴがLCQ でワンチャン来るかもみたいな。あった。SWT の時はマジで俺しんどかったなって自分でも振り返って思う。しんどかったよ。ずっとランキング表とにらめっこする一日の人生。俺なんかはちょっと嫌味みたいにしてなんか参加確定してるぐらいまで行ってたからあんま気にしなかったけど。いやでもまだ分かんなかったじゃん。なんかいや最後ぐらいはさもう参加確定だからさ、割と別に俺も解放されたってなったけど、途中ってこと？途中だよね本当に。真ん中ぐらい。まあでもその時もなんかもう俺だったら別に余裕で入れるっしょみたいな感じだったな。マジ？なんか全然わかんない。他がさどんだけ追い上げてくるかもわかんないしさ、ワールドツアーだからさ、やっぱ世界回るごとにさ強いやつは強いじゃん。ワールドツアーってどこら辺から始まったっけ？4月のパウンド。4月のパウンド。去年の。俺あれだわ、BOBC クラウンの6月ぐらいでもう優勝と準優勝取ってたから、その時初参加ぐらいからもう余裕シャクシャクこいてた。いやでもマジその時って何月だっけ？6月ぐらいですね多分。6月まだ分かんなかったでしょそれとっても。みんなどんどんポイントバフしてくる。いやそれ楽観的すぎだな。いや実際余裕だったし実際俺も正直ポイント取りすぎたなっていうのはあった。なんか意外とガクとあれだね、韓国とか行ってたり。そうもう正直大会がすごいことだった。そういやだからなんか最終ボーダーラインが分かんなかったからさ、どんだけポイント取れたらいいんだろうって思って行きまくってたんだけど、それしちゃ結構ストレスかもしんないな。蓋を開けたら別になんか意外と結構余裕ではあったんだよ。俺とかはさ SWT 考えずにさ招待された大会行ってただけだったし。なるほどね。言ってしまえばあんまりあれじゃん、お財布的に痛くないわけじゃん。まあそうか、無所属だったなその時は。無所属だったし。そう。まあそんな SWT はもう延期ですから楽しみだね。楽しみだね。優勝賞金500万らしいしね。早くすごいな500万。そうね。もうこの話をすると悲しいからやめよう。俺たちは未来のことについて考えよう。そろそろワッチさん今更ですか？ウルトランクみたいです。終わった。ウルトランクやんけ。おい反省しろよ。おいバカども。てめえらなめんなよお前そこは。
でも、ワッチさんが勝手に言ってるだけだから俺。勝手に言ってる。何言ってんだお前。アルトランクやろ。アルトランク何ですかアルトランクって。言いづらい。母音がこう、から始まる母音がこうね、なんかこう、つくの下に。勝手に言ってるだけだから、ワッチさんが。お前ら反省しとけ。我はアルトランクでつらい。ウルトランクは楽しみですね。発表されるということで。楽しいですね。僕らが何位なのか、非常に気になります。確かに。降りてやるよ、じゃあ。はい。次開催されるアンダー22の。そう、アンダー22の話をそう切り込むか。いや、俺聞いたんですけど、お前見学で行くんだってな。まあ僕はそう来たと見学で。出ないんだ。お前出らんの？いや、SSC に向けて頑張りたかったんですけど、で、参加者見た感じ、なんか、アシモさんとか、ハートさんとかで、なんかぶっちゃけそう、かがり火とかの、めちゃくちゃもう強い人ばっかだったんで、ここで気合い入れすぎると SSC はめ外しちゃうかもみたいな、ちょっと怖さもあったんで、そう。なるほどね。今回見学で、ミヤさんとかも見学で行くらしいんで。体力回復期間は必要だからね。マイスマアンダー22見て、モチベーション上げていってほしいわ。確かに、ワクワクしながら行った方が、なんか楽しいっちゃ楽しいよ。若者の頑張っとるわって頑張ってほしい。勝負感というかね。やりたくなったら一番なんで、そのぐらい。そうね、なんか今コメントであったけど、解説で参加してほしいとかあったけど、なんかそういうの予定ある？ちょっとちょっくらべしゃり行くかみたいな。全然いいんじゃないの？特になくて。特にない。なんか一戦だけやって、一戦だけ適当な試合ポーってきて適当な試合ではな、ちょっと前さんトップ13の時にちょっと前田くんさんといろいろ話して出たいなみたいな話は前田くんさんは前田くんさんしたかったんですけど、ちょっともうね時間経ってる間になんかグランドファイナルになって最後だけ実況してもなみたいなそうまだ実況のうまさとかも分かんないし感じでじゃあアンダー22で一回鍛えとくかそっちももし機会があればこれは知識豊富だし全然そうね前のさブートキャンプの時も普通にできてたじゃんミヤさんいたからっていうのはありますけどねなんかやるとしたら実況じゃなくて解説いやどうでしょう実況やる多分解説やる実況できる解説の方がいいかなって思います始めていきましょう解説の方だよなとは思うブートキャンプみたいな感じで喋っても全然視聴者面白いと思うよそうね僕はなんかミーヤさんがいたから結構その気さくに喋れた感はあるけど、なんか難しいっていうかやっぱプレイヤーの癖とかもなんか分かんなかったりでどう解説したらいいんだろうみたいなのはあると思いますしね。そうだから癖解説してる実況者あんまいないと思うけど。いないね。分かんねえもん。分かんねえもん。分かんなくて大丈夫だと思う。起こったことに対してこれはこういうことでしたねみたいななんかそういうのそんなプレイヤーの癖を教えてくれる解説者なかなかいないから。それはコーチややることは。むしろ癖ばらされたら嫌なんだが。そうね。確かに。で、キーさんはこの後絶対に回避しますね。ここを買った方がいいと思いますね。嫌だよ。なんかアンダー22のじゃあ一応トップ8予想みたいなのします？クイとそうっすね。僕予想したい。なんか URL はちょっとみんな送ってくんね。なんかトップシードみたいなの。ちょっとみんな送ってくんね。ちょっとくれね。今から俺たちトップ8予想するからよ。頼むわ。でもちょっと我らがドラ右は入ってくるでしょうね。ドラミギさんも来るので。ドラミギの大ファンだからね。そう、メロメロになった。上げてる人いますよね、シード。メロメロになった俺。そうか。中学生だっけ ?14。ドラミギ君はそう、14ぐらい。中2ぐらいっすね。中2。すごく余裕で。来ました。ありがとうございます。これを見てちょっとちょい。画像配信に載っける？一応ちっちゃくポンって乗っけとくわ。わかんない。わかんないですか？いやでも、言うてこんぐらいならちょっと見やすいぐらい。シード1位ヤウーラなんだ。シード1位ヤウーラさんで、その2位足も3ドラ右、4ハート。なるほどね。なるほど。てかこいつら全員22歳以下かや。足持って22歳からのねえ、ギリそれちょっと思います。そうね。22でもうタバコ吸ってんの？もうそれはいいだろ、20歳超えたら吸えんだから。チョンさんとかもそうなんだね。
なるほど。なんかトップ8予想はこれ1から8とかそういうつまんないことは言うなよ。シード1から8がトップ8ですみたいな。いやまあちょっとそれはでもそれはないな。なんかトップ8行きそうなやつ誰だろう。僕まあトップ8っていうなら誰だろうな。まあハートさんは入りそうだなって思ってます。まあ今ね上げてるから、ね。スピード通りではありますけど。これがさオフとかであってこいつちょっと強えぞみたいなやついる。ああ強いみたいな。前スマヒットとかでもしやってたら。ああ、はいはいはい。ヒットじゃないですけど、まあ、メイドさんとかはやっぱりそう、今回、全然なんか勝者側で駆け抜けれそうな印象もありますし、まあ、ラキさんとか、まあ、33ペラボックさんとかも、この前のマイナスのトップでもすごいいい成績を残してたんで。そこら辺ちょっと来てるよ、最近。そうっすね。33ペランボックスさん結構スマバトでさコンスタンスにすごいいい成績取ってて結構安定感あるプレイヤーだなって思う。まあですね、ちょっとそう全然トップ8あるなっていうのはあるね。毎回足芋が止めてるみたいな。なんか結構ペランボックスキラーらしい足もこう多いな。ほんと22歳以下でも強豪が。まあ、竜王さんとかはかなり最近安定感増してきてて、だいぶね、ウルトコアでも3位。そう、3位でしたね。宮さんにもあともうちょっとってところだったんで。なかなかいいですね。そうか、12かシード。タマピー大福が17か。ちょっとまあ、すごい。17なのやば。タマピーが頑張れよ、タマピー。まあ、あんまり大会でかいのがそんなに出てないのかな。ゼータはタマピーを応援しております。タマピーが 17？ なわけないよ。ウルトコアでもタマピーさん結構、どんぐらいだっけまあ、表宮さんに負けて、で、裏、そう、17とかで終わってたんで、確か。なるほど。タマピーまあでも跳ねそうではある。跳ねそうですよ、全然。結構アップセットを食う可能性が。そうだな。あと、俺、マジでキョンさん、結構来るなと思う。なんでこんなシードもっと上だろうとは思うね、キョンさん。そうっすね。てか、38。なんか、かがり火、そう、ガクタさんかがり火の時、なんかフルセットだったみたいな。あれだ、極寒かな。極寒の時、極寒か。戦って、マジですげえ強いリンクだなって思って、38より上は絶対行くなとは思うね、俺、キョンさんは。で、あとあれですね、カムコの生足美脚ドリルさんはね、名前負けしてますけど、実は意外と大物をよく倒しているプレイヤーなので、これは結構脅威ではあります。シード50はちょっと嵐を起こすかなっていうのは。あと、まあ結構下の方にいますけど、58ぐらいにいるミコさんって人、ミコさん。厳島とかで9位取ってた。なんか倒してたね、いっぱい。そう、大物食いで言うと全然あるなって思って。そうね、クルーバトルとかでもすごい活躍してて。和也か。そうか、ミコさんも出てるのね。でもこれ和也タンの人？和也タンですね。タンなの？いや、まあ、ホミカもたまに使ってるけど、結構和也の印象が強い。和也タンね。なるほどね。まあ、ミルさんとかも熱いですしね、和也で。ミルさんは強い。さあ、コメント欄のですね、シュートリマーさんですね。匿名の人は、ニョノ KNB 行けというコメント。うわ九州の人だ。九州で同郷でね、ニョノ KNB さん、これが熱いと。シュートン一押しの。なんかクーロンで、なんかシュラブラ、昔いたなんかクラウドの人みたいな。解明したみたいな。あれマッツンさんみたいななんか噂を。マッツンなの？なんかそういうなんかツイートが流れてきて、それ今 DD 使ってんだ。マジか。マッツンなの？マッツンさん。世の KNB なってんの今。知らない人に説明しとくと、なんか修羅ブラで準優勝とかしてる。そうね。スマホの時の修羅ブラで。超強豪クラウドだったんですけど、SPU 最初とかも出てきて、なんかやめちゃって、なんかあんまり活動しなかったんだけど、もう名前変えて出てきたのね。世の KNB なってるんだ。すごい名前。なるほどね。まあ古豪ですね。でももうめちゃくちゃ若い。スマホの時とか中学生とかだったかな。中学高校生まだアンダー22なんだっていう。まあ全然22。すげえ、なんかすごい強いプレイヤーで。楽しみだな。59。これは嵐を起こすで。
フォートナイトやりすぎてスマブラやめたらしい。シュートンが全部知ってる。すごいな。全部詳しい。まあ、あと、僕がちょっと気づいたのは、黒ポンズさんのシード19は、ちょっと、もうちょっと。我らが滋これ賀県民ね跳ねそうですよね。あ、黒ポンズさんって滋賀なの？そう。滋賀ですね。滋賀大国。全然俺のなんか最寄り駅からめっちゃ近かった気がする。あ、そうなん。一回で呼んだんだよ。あ、マジか。そこまでのね。我らが滋賀県民、白雪黒ポンズもいます。あ、本当だ。白雪さんもね。白雪さんもなんか8入りそうではあるからな。ですね。結構でも、サムス、てか、ヤウラさんと当たると思うんで、あ、確かに。そこが難しそうだなっていう感じが。でもなんか前、ヤウーラには勝ってた。そう。なんだっけ、クーロンだっけな。一応勝ってはいるから、結構起こしそうではある、白雪は。なるほど、ね。ですね。なんか、不利みたいなファイターでも、全然、そう、インクリングの連動で、なんか勝ち上がってる印象が強い白木さんは。インクリング的に、これ、ドラ右とかいけんのか、めんめん。ちょっと微妙なライン。ね、差し込まれそうではある。滋賀県民、ロボもインクリングもちょっと、めんめんに弱くないか。大丈夫か、滋賀県民。ちょっと苦手？いや、新アイクラもいるな。2300の。新さんいるんだ。新さんいますわ。40。そうね。なんか最近オフの大会とか積極的に出始めた人で。はあ、そうか。若いな。なんか高校生とかだったっけな。まあ本当に若いプレイヤー。あと、この人に振るとかないけど、レノさんいるよ、レノさん。あ、レノさん。レノさん。レノさん11。まあ、T 曰くほぼ MK レオと話題の。ほぼ MK レオ。まあ、確かに T さんいるか。レノさんは西部劇でね、高い順位出したんだっけ？最近やっぱオフに出てきていって、ちょくちょく結果も残せなってきてる。そうね。それでシードが爆上がりして。確かに11位。そう、11位。すごい。8に食い込め。ドラ右くんと当たるみたいな感じだったと思うんで。面々ベレットはやばいですよ。MK が出さない。そう、MK レオが諦めて出さない。実際出さない。そう。けど、そう、レノさん、西部駅で跳ねたとき、おいジョージさんの面々にストレートで勝ってるんで、結構、なんかベレットでも、やったの？ベレットでした。マジですごいね。なんで、全然、ちょっとこの若手同士、面白そうな対面だなって思います。なかなか熱いな、U22 も。まあ、そんな中で、じゃあ、優勝予想、とりあえず皆さん、一人ずつ聞いていきましょう。誰にしようかな、優勝予想。どうしちゃおうかな。どうしようかな。まずガクトから。僕、まあ、一択ですね。一択？俺、ちょっと、一択。いや、二択だけど、一択にする。決めたわ。決めた？お前。結構悩む。まあでも、じゃあ、置きに行くわ。置きにね。ほう。はい。せーの。ヤウラ。足も。全員分かれた。全員分かれた。置きに行った、確かに。いやちょっと僕からガチ予想で、やっぱシード1のヤウラさんなんですけど、なぜかっていうと、意外とサムスがダリーナっていう天敵が実はそんなにいないのではないかと。そのピコリはまず一番の天敵として、で割と他も結構サムスがいけそうなカードではあり、でスティーブ結構ヤウラさん得意な印象を受けるので、まあ確かにそう確かにね、割かし阻むもの実はあまりないんじゃないかなと。そうですね、トップ8からハートさんと当たるぐらいだと思うんで。トナメ最悪言ってなかった。言ってたんだ。そうね、ヤウラさん結構スネーク苦手というか、割とそうね、将軍さんとかともね戦ってなんか前スマで予選前スマ1大会でシオンさんのゼロサムに負けてたんですけど、今回32でシード1だから予選抜けたらメイドさんと当たるんですよ。だからちょっとそれはきついなみたいな。ダークサムス的にきついね、じゃあ。ゼロサムダリーっつってたな、そういえば。そうか、1、8、16、そうね、当たるからね。そこで、やっぱヤウラさん結構分かれるなっていう。そうね。勝ちきる乗り越えれば絶対いけそうっていうのを分かります。ゼロサムに勝ったら、ちょっと結構あれかなっていう。ビクトリーロードではないけど、
そうですね。つくんじゃないかなっていう。でも白雪も結構そう、全然怖い。ああ、直近負けてるんだ、白雪さんに。じゃあ次 T は足もまあ、なんか見た感じ、龍が負けないなと思って。ほう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 まあ唯一なんか、でもまあ龍のこと全然知らないけど、基礎のなんかメンメンがいるんだけど、ほうほうほウィナーズセミファイナルで当たる。まあちょっとね、レノさんに倒してもらって。ね、そういうレノさん倒してもらって、まあベルトを食べると。そしたら、グランドファイナル、いや、ベレト食べれないけどね。ウィナーズ、まあヤウーラで、サムスにはあんまり負けてるとこ見たことないと。あ、そう、結構五分な印象あるけどね、ヤウラ足もって。そうなの？なんか俺が足もヤウラ見ると結構勝ってるなっていう印象あったけど。まあスノボトとかでもよくやってますよね。いや、そう。結構ヤウラサムスに勝つねんって思いながら見て、龍が勝ってんだよ。まあ、なるほど。そういう感じね。そう。まあ、メンメンは他の人に倒してもらうっていう。そう。そういう対策方法。そんなこと実践。まあなんか、やっぱ一つ二つ山場を越えたら優勝には近づくような、どんなやつも。で、アコーラはラル君。まあそうですね。ちょっとまあ今回ラル君、まあお友達っていうのもありますけど、まあ、結構語りたいことがあって、まあ今回シード7で一応トップ8、まあ県内だよ、トップ8に入るけど敗者側は1回戦で負けるみたいな、まあ予想にはなってるんですけど、まあ、今回予選抜けて、そしたら本戦でラリックスさんと当たって、でそれ乗り越えたら33ペランボックスさんと当たるんですけど、ペランボックスさんにはこの前リバース3-0でギリギリ勝って強いね。でその後にアシモさんと当たって、でアシモさんこの前マイスのトップで 3-1 で勝ってて、そうなんだ。でその次シード通り行くとドラムギ君と当たって、でドラムギ君にもマイスのトップで 3-1 で勝ち越してて、勝者がビクトリーロードがなるほど。かなりラルクンさんのそう。いや結構なんか崖オバキウムが悪さしすぎてて、当たるのね。崖に行けばメンメンのジャンプ上がりの腕が残ってるせいでオバキウム置いとくだけでジャンプ上がりに当たっちゃうみたいな。それで崖上がりを抑制されちゃうっていう。なるほどね。直近マジで強い。勝者側決勝まで行ったら全然ヤウラさんとかハートさんをあと乗り越えれば全然いけるっていう予想になってるんで、結構期待してるなって感じです、ラルクンさんには。まあそうね。じゃあまあ3人優勝予想はまあ127のこやつらと。なるほどね。いやー楽しみだ。まあそんなめちゃくちゃ楽しみです。予定通りにはまあいかないのが大会だ。大盤狂わせはいつでも起きるもんなんで。これってどっから3先なんだろう。あれだから白雪とかまあ予選抜けて本戦ぐらいからですね多分3先。ちょっと言っていい？はいどうぞ。やっぱ白雪もねいけると思うんだよね全然。まあ確かにそれはマジでそう。あとなんかラキさんとかもねちょっと最近期待してる。そうっすねラキさんも。スティーブ・カズヤの。全然あり得る。破壊力パーティー。何か起こす結構。でも確かラキさんがレノさんと当たるのかな。なるほど。でちょっとここでそうぶつかり合いになっちゃう。レノさんは結構砂漠系だからな。なんか何も起こさず勝つみたいな。そうなるのか。彼が起こすよ。こう見ると結構なんか結構破壊するあるキャラが多いですね。ですね。さんとかもいるし。若者全然おこ入りうる。若者破壊キャラ大好きってこと。盛ん。必死の隙をつくキャラが多い。確かにドンキーコングとかいるもんね。確かにドンキーコング。まあそんな U22 はまあ一応僕ら観戦ということでそう楽しみにしてます。明日か。明日だね。いやーなかなか楽しみじゃわい。いろいろ8月のスマブラは。ですね。そうだね。まあ暇だったらみんなで見よっか。ちょっと僕はそう現地行ってるんで。そう現地いるんだ。いけないですけど。まあアコーラの実況あるとき見るわ。そんなわけで、まあ、8月 SSC、ウォンティット、俺のデルフィーノ、みんな頑張りましょう。頑張りましょう。そうですね、データ頑張りましょう。っていう感じですね。まあ、大体話尽くした。まあそうですね、結構盛り上がって楽しかった。なんか、言うことまだみんな。まあ、SSC に向けて頑張りたいなって、まあ、やっぱ優勝が目標なんで優勝したいなってあります。頑張ってくれ。
そうね。じゃあみんなで意気込み言うか。まあ、俺も、スマッシュコン、優勝に向けて、今、ビシバシとスマメイトやる予定なので、はい、大変すぎる。あと、そうですね、1週間ばかし、まあ、仕上げていこうかなと思います。はい、頑張ります。俺か。お前だ。T さんは。そうだね。アルティメット5では、足元ダブルス組むんで、ね、和也流。優勝、まあ、全然できると思うんでね、和也流で頑張ります。頑張ってください。パックマン出さないのね。マジ迷ってる。和也流クソ弱かったら出そうかな。まあ、チマクソ弱えだろうな。振り向きねえからな。絶対弱いよな、龍和也。絶対弱いんだよ。ないな。もう足元からチーム誘われて、目ん玉飛び出たけど、もういいよって。和也流やるんでしょ、みんな期待しててほしい。ということで、3人、8月、ゼータディビジョン、ダイラッツソーシブラザーズ部門、頑張りますので、ぜひ、ゼータウィンで応援の方よろしくお願いいたします。ということでですね、まあそろそろ、お開きの時間にしますか。今回、ゼータブロストーク第10回、特別会ということで、ゼータ所属の、3人で、まあ、集まってなんか近況報告だの、これからの意気込みだのを軽く語ってもらう回になりました。ハッシュタグ、ゼータブロストークでですね、感想などを、書き込んでいただけたら、幸いでございます。8月、本当に、いろいろなイベントが目白押しですので、ぜひ、皆様楽しんで観戦していただければと思います。まあ、また3人みたい、まあ3人ね、まあまた別になんか別の形でもこれ3人で話し合いたいね。全然できる。これ定期的にやろうかなって思う。なんか暇な時。全然いいと思う。そうそう。だから全然やります。こういうゆるい回を。あ、これ初めてここ来たけど、どうだった？結構そう、まあいろんなこと喋れたりで楽しかったです。なんか、まあこれからタコほど、まあ一緒に移動する、行動するわけだが、はい。まあ確かに SSC とか含めてね。そうね。よろしくお願いします。みんなで角突き合わせて飯でも食うか。決起集会。お前東京来るっしょ？まあ来ますね、そう。SSC 前ぐらいに来ると思うんで。どっかで飯食うか。あ、でも T も行っちゃうのか。あ、確かに。火曜日には行っちゃう。火曜日とかの後に来るの？そうですね、僕火曜日、ちょうど火曜日か、そんぐらいの時に。じゃあね。もうちょっと早めろ。お前月曜これ月曜。いやちょっと無理だったんですよ。なんだよ、まあいいわ。まあ、急に早めるの無理だろ。まあ、俺と飯食おうや、どっかで。よろしくお願いします。はい。まあ、ということでですね、はい、ゼータブロストーク第10回特別会でした。皆様、ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。はい、お疲れ様でした。